たった1枚のイラストがまるで 3D モデルのように自在に回転するようになる。そんな夢のような機能がイラストレーターに登場しました。今回はより深掘りをして、何が成功して何が失敗するのか、5つの素材で徹底検証した結果から AI の思考パターンと成功の法則を解き明かしていきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は先週に引き続きイラストレーターのターンテーブルについて検証をしていきたいと思います。ターンテーブルという機能は1枚のイラストを用意するだけでまるで 3D のように様々な角度から表示することができる機能です。使い方などがメインだった先週とは違い、今回はその発展的な使い方について検証していきたいと思います。検証内容は全部で5つ、それぞれ独特のテイストだったり描画の複雑さが違うものを用意いたしました。これらの素材を使ってターンテーブルはどれだけ再現できるのか、得意なことは、苦手なことは、などなどまとめていきたいと思います。そして検証の結果導き出された成功の秘訣がわかる動画となっています。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーにデザイナー、クリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ているうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。さて、本格的な検証に入る前にこのターンテーブルの機能について簡単におさらいしておきます。この機能は現時点でイラストレーターのベータ版のみの機能となっています。正式版にはまだ入っていません。で、オブジェクトターンテーブルを選ぶと様々なアングルのイラストを作成することができるんですが、詳しい使い方は前回のこちらの動画で紹介していますんで、気になる方はそちらをご覧ください。では早速検証に入っていきたいと思います。まずは皆さんが一番気になるであろうキャラクターイラストから試していきたいと思います。ではこちらの動画で作成したピカチュウのイラスト、こちらでやってみたいと思います。少し前の話になるんですが、ちょうどサトシが卒業するみたいなタイミングの時に書いたやつで、サトシありがとうみたいな気持ちで書いてみました。この空中に浮いてる感じとかうまく表現されるのかなっていうところですよね。で、こちらをターンテーブルかけたらどうなるかというところからやってみたいと思います。一回全体をグループ化して、オブジェクトターンテーブルで複数のビューを作成ということで、しばらくするとバリエーションが作成されます。ではバリエーションの完成までジャンプします。はい、それでは読み込みが終わりました。で、ターンテーブルをかけていきたいと思いますが、おー、すごい。空中に浮いてる感じちゃんと表現されますね。若干の乱れも感じられますが、まあそれでもちょっと修正したら使えそうなレベルで、ベースが出来上がってるだけですごい助かりますよね。これなんかもなんかちゃんとピカチュウを維持しているというか、帽子は維持できてないけどピカチュウちゃんと維持されてますね。すごい。で、ローアングル、うわー、ちゃんとなんか空間を把握した上で作成されているのが分かりますね。ハイアングル、すごいな。こうなるともう俯瞰みたいな感じで面白いな。ということで、なかなか初手から難しいものを要求したかなというふうに思っていたんですが、うまくいきますね。すごく面白い結果だったと思います。空間をちゃんとね把握して距離感が一定というか、空間をちゃんと把握できているっていうのがいいですよね。これなんかもう最初からこの画角で描いたのかなっていうぐらいうまくいってるかなというふうに思いました。では2つ目のタッチのイラストでやってみたいと思います。続いてのイラストがこちらです。
先ほどとはテイストが変わって線に隙間が空いていたりですね、やや緩めのイラストって感じですね。ここら辺にあしらいなんかもついていたりして、こういったイラストを別アングルから見ることってなかなかないんじゃないかなと思ってやってみました。ちなみにこちらのイラストは過去のこの動画で作り方を解説していますので、よければそちらもご覧ください。ではこちらターンテーブルで立体化した場合どんな感じになるでしょう。私自身ですね、これが立体になった時にどうなるのかというところ全然想像ついてないんですけれども、自分が考えてもいないような使い方できたらすごく面白いなと思うんですが、どんな感じになるでしょう。はい、それではターンテーブル終わったようです。やってみたいと思います。回していくと、髪の毛もちゃんと作成してくれますね。面白いな。背面も作ってくれてますね。前回の猫の時はちょっとうまくいかなかったところもあったんですが、ここのあしらいも、あしらいはあしらいでただの線だなっていうところでついてきてくれるんですね。面白いですね。で、ちょっとアングル変えてみます。手とかちゃんとあれですね。立体感あります。で、ローアングル。こんな感じになるんですね。ちょっとこの胴体の部分ね、どう処理するのかなっていうところあるかもしれないですが、なんかちょっと置物みたいな感じになるんですね。これなんか面白い試みですよね。鼻とかもちゃんととんがってたりして、大きく回さずに少し傾けるとか、そういった使い方の方が安定感があるかもしれませんが、こういうタッチのイラストでも全然うまくいくっていうことが分かりました。普通にね、ちょっと角度を変えてあげるだけの方が使いやすそうだなっていう印象でした。では次、より複雑な画像をやってみたいと思います。こちらはイラストレーターのベクター生成で作成したものなんですが、より複雑で、これを別アングルで見たらどうなるのかなっていうところで選んでみました。早速やってみたいと思います。オブジェクト、ターンテーブル。単純すぎる、複雑すぎる、または複数の要素が含まれている可能性があり、ターンテーブル操作には適していません。続行しますか？はい、続行です。ノータイムで続行しましたが、どうなるでしょう？はい、それでは生成終わりました。どうなったのか試してみたいと思います。では、早速やってみたいと思います。すごいすごい。全然できてると思います。特に猫の顔が立体的ですごいですね。頭の形もしっかりしてる。この背景に飛び散ってるインクは確かになんか表現するならこんな風にしかならないよなって感じですけれど、すごいしっかりしてますね。面白いな。で、アングルを変えてみます。下から煽りで見てみるとこんな感じで、鼻の形とかね、ちゃんとしっかり出来上がってますね。すごいな。ハイアングル面白い。これはすごい機能ですね。適していない画像ですみたいなことを言われてましたけれど、全然できますね。複雑な画像でも一回やってみる価値ぐらいあるなっていうふうに思いました。では続いてシンプルに私のロゴやってみたいと思います。私の中でこれはある程度どんな風になるのか想像できているんですけれども、理想形の形になってくれるかなっていうところが試してみたいところですね。なんかこうね、学校の銅像みたいな形になったら嬉しいなっていう、そんな気持ちでやってみたいと思います。ではこちらをやってみたいと思います。これもエラーが出ました。そのまま続行してみたいと思います。はい、それでは無事私は銅像になることができるんでしょうか。やってみたいと思います。回していくと、なんかちょっと回っているのかもちょっとよくわかんないところもありますね。これはちょっと情報が少なすぎてうまくいってないんでしょうか。もうなんかこれはそもそもなんか隠れて何が何だかよくわかんないっていうのと、
ハイアングルもなんかよくわかんなくなってしまうということで、これは思ったような形になりませんでした。っていうことは、ひょっとしたらこういう文字とかも苦手なんでしょうかね。文字そのままはターンテーブルできないんですね。なので一回アウトラインを作成しまして、ちょっとせっかくだからフォント変えよう。せっかくだからちょっと面白そうなフォントに変えまして、でこれをアウトラインを作成します。これで文字でもターンテーブルできるはずなんですが、どうなる？多分これも失敗するんじゃないかな。はい、では読み込みが終わりました。でこれも多分失敗するんじゃないかなと思うんで回してみますけど、なんかちょっとグダグダになってしまう。アングルを変えても乱れまくってしまうっていう形でしょうかね。まあなんとなく想像通りって感じです。やっぱこういう文字とかこういったものをやるんであれば、一層効果 3D なんてやれば、むしろなんかこっちの方がイメージに近いものが出来上がるんじゃないかなっていう、そんな気がしました。こういうロゴとかはターンテーブルに向いてない、こういう文字はターンテーブルに向いていないっていうのが分かりましたね。ということでまとめです。さて今回の検証のまとめです。キャラクターのイラストからロゴ、文字まで試した結果、この機能の成功の秘訣が見えてきました。キャラクターのような具体的なイラストは画風を問わず得意で、エラーに反して複雑なイラストでも高い精度で再現することができました。対してシンプルなロゴや文字は情報が少なすぎるためか形が崩れて苦手のようです。ではなぜこのような差が生まれるのでしょうか。おそらくターンテーブルの AI は様々な写真やイラストが持つ光と影や形の奥行きを学習しているのだと思います。そのため顔のパーツや体の丸みといった立体を推測できる情報が多いキャラクターイラストは AI がきっと後ろはこうなっているんだろうと賢く保管してくれているのではないかと思うんですね。逆にロゴや文字のような平面的で記号的なデザインは AI が奥行きを推測する手がかりがないため、無理に立体を解釈しようとして結果的に形が破綻してしまうという背景があるんじゃないかなというふうに思いました。その上で成功率を上げるための準備として、動かしたいオブジェクトを明確にする、 AI がこれが主役だなというのが判断しやすいようになると精度が上がるんじゃないかなというふうに思います。今までこちらの4つでターンテーブルやってきましたけれども、まとめて4つターンテーブルかけてみました。そうするとおそらく精度が落ちるんじゃないかと、個々でやったやつよりもおそらく精度が落ちるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと回してみますけれども、そうですよね、その描画できる部分がかなり減ってしまっている。複雑であればあるほどやはりうまく描画しにくいんだなというのが分かります。ですので、基本的にはですね、主役が分かりやすいような状態で使ってあげるとうまくいくんじゃないかなというふうに思います。ということで検証の結果分かったコツとしては、主役を明確にして適度に書き込むっていうことですね。このターンテーブルの機能は万全ではありませんが、特性を理解して使えばイラストレーターの操作を力強く支援してくれる素晴らしい機能だと思います。今回の検証が皆さんの創作活動のヒントになれば嬉しいです。ということで今回の動画は以上となります。今回の動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座やいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容を多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。